重い鉛バッテリー、軽いリチウムバッテリーに交換することで。おはようございます。アストロ体外改造機の細です。今回は前の動画で紹介させていただきました格安のリチウムバッテリー取り付けたいと思います。鉛バッテリーからリチウムバッテリーに交換するときに必要な機器や費用などもお伝えいたしますので、最後までご覧いただけると嬉しいです。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。まずバッテリーを触る前にメインバッテリーのマイナス端子を外しておきます。キャンピングカーマッシュのサブバッテリーはこちら後ろのシートの下にあります。今は鉛バッテリー100Ahのもの2個 200Ahの鉛バッテリーになります。こちらを今回この格安のリチウムバッテリー100Aを2個同じく 200Ahに交換いたします。せっかくリチウム化するなら容量を増やさないとメリットがないように思われるかもしれませんが、こちらの格安のリチウムバッテリー価格は鉛バッテリーと大差ありません。なので鉛バッテリーを2年か3年で交換されている方、リチウムバッテリーにすることで5年から10年交換する必要がなくなりますので、サブバッテリーいつ交換しなきゃいけないかなって心配する必要がなくなります。メインバッテリーの方のマイナス端子は取り外しましたので、サブバッテリーのマイナス端子から取り外していきます。プラス端子からではなくてマイナス端子から取り外すことでショートするリスクが減りますので、必ずマイナス端子から取り外して最後にマイナス端子を取り付けるようにしてください。後で配線がわからなくならないように写真撮っておきます。よいしょ。重い。よいしょ。重い。リチウム化するメリットの一つに車両を軽くすることができます。この重い鉛バッテリー、軽いリチウムバッテリーに交換することで車重が軽くなりますので、その分燃費向上に効果があるかもしれません。だいぶちっちゃいからバッテリーがずれないようにこことこの奥手前3箇所木材があるんですけれども、バッテリーの外数が小さくなった分ちょっと寄せてやる必要があります。はい、取り外せました。あとはできればベルトとかで留めといた方がいいかもわかんないですね。現在こちらのキャンピングカーマッシュは鉛バッテリー用の充電器がついています。ですのでリチウム化するためにはリチウムバッテリーに対応した充電器に交換する必要があります。今回走行充電の方は新しくなったレノジーの DC 充電器を購入いたしました。前の動画で走行充電器の取り付けについて紹介いたしましたが、新しくなっていろいろ変わっております。バッテリー配線の取り付けが横ではなく前側になり、取り付けが簡単になりましたし、前は横にあった5つのスイッチでバッテリーに応じた充電電圧を設定する必要がありましたが、今回はこちらの設定ボタンでバッテリーの種類を変更するだけで充電電圧は勝手に変えてくれます。デザインもとてもかっこよくなりましたし、後ろにはヒートシンクもついています。こちらの外部充電用の AC、DC 充電器も新しくなっております。
前は先にワニ口クリップしかついていませんでしたけれども、今回はワニ口クリップと丸型端子、配線が選べるようになっています。なので前のようにワニ口クリップを切り離して丸型端子を取り付ける必要がありませんので、圧着工具がなくても取り付けることができます。こちらのコネクタカチッと取り付けて、30A のヒューズもついておりますので、あとはバッテリーに丸型端子で取り付けるだけで簡単に取り付けることができます。サイズもちょっと小さくなったような気がしますね。ちなみにこちらの AC/DC 充電器はリチウムバッテリー専用になりますので、鉛バッテリーでは使用することができません。こちらの DC 充電器の方はリチウムバッテリー、鉛バッテリー、ジェルバッテリーなど様々なバッテリーに対応しておりますので、リチウムバッテリーに交換する前に走行充電器だけ先に交換することも可能です。ここにあるのが外部充電用の AC/DC 充電器です。こちらの充電器は鉛バッテリー専用なので取り外しますけれども、まずは走行充電器用の配線通していきたいと思います。走行充電器からこちらのメインバッテリーまでプラスとマイナスの配線を接続する必要があります。プラス配線の方はすでに鉛バッテリー用の配線とヒューズがありますので、今回はマイナス配線だけ通していきます。走行充電器のクイックガイドによると、走行充電器からメインバッテリーまでの配線、20A の充電器は 40A のヒューズ、40A の充電器の場合 80A のヒューズが必要です。配線の方は 20A の方はプラスマイナスともに8スケ、40A の方は14スケが必要です。今回は 20A の走行充電器なので8スケの配線を通していけばいいんですけれども、今回は念のため14スケの配線を通しておきます。14スケを通しておけば、後で充電器を 20A から 40A に交換したいと思った時に充電器だけ交換すれば配線はそのまま使用できます。配線はこの奥から助手席の裏側、この下、ここ通しますので、一旦このパネルは取り外します。これが走行充電用のヒューズだと思います。この配線がこっから車内に入ってます。この間にちょっと配線太いんですけど、だいぶ入ったけどどうかな。これかな。どっちだ。よし、出ました。あと配線はこのパネルの下を通ってるみたいです。なんとかここ通していこうと思います。いつも配線を通すときに使っているアルミの針金です。このパネルも取り外していきます。よし、ここまで配線通していきます。よし、OK。あとはこの端を通さなきゃいけないんですけど、この奥配線が通ってるので、ここを取り外してみたいと思います。この上のパネル外さないと、もしかして外せないのかな。このパネルを外そうと思ったら、今度はこの上のパネルを外さなきゃいけないですね。パズルだなこれ。よし。一旦こっちに配線通せるか試してみます。よし。おーし、取った。
れを外すと、よしよしよっしゃー、取れた。ちょっと大仕事。なんとかここの木材を外してメインバッテリーから走行充電器までの配線を通すことができました。あとは走行充電器取り付けていきます。走行充電器を取り付けたいのですが、スペースがあまりないので、まずこちらの外部充電器の方を取り外していきたいと思います。よし。あ、これか。ほら。これですね。よし。はい、外部充電器の方は取り外しできました。はい。こちらの奥にあったバッテリーのコントローラー、こちらに移設し、この下にあったフューズボックスもこちらに移動しました。こちらの外部充電がついてたところ取り外しましたんで、こちらに走行充電器を取り付けたいと思います。こちらがサブバッテリー、こちらがメインバッテリーに接続するところです。だいたいこんなところですかね。走行充電器からサブバッテリーまでの配線は20A のタイプが 5.5 スケ、40A のタイプが8スケのケーブルが必要です。今回は 20A タイプなので 5.5 スケでいいんですけれども、8スケのケーブルを使って接続しておきます。またこちらの端子からサブバッテリーのプラスの端子までの間に 20A タイプの場合 30A のヒューズが必要ということで 30A のヒューズを購入しました。間にこちらの 30A のヒューズを取り付けます。ヒューズはバッテリーに近い方がいいので、ちょっとここはきついかな。これをちょっとずらすかな。これは FF ヒーターのヒューズなんですけど、丸型端子を圧着する前に熱収縮チューブを差し込んでおきます。大きいな。ちょうどいい丸型端子がないですね。もう少し穴の小さいやつ買っていきます。現在の電圧が 13.15。こっちも 13.15。出荷時は 50% 充電されているようなので、取り付ける前に充電しておこうと思います。外部電源コードをつないできました。ブレーカーを上げます。お、ダンプつきましたね。13.34。充電はされてるみたいですね。はい。今日も作業していきます。昨日、ホームセンターで丸型端子を購入し、配線の先に取り付けておきました。それから、こちらのリチウムバッテリーは、昨日2個とも充電しておきました。現在こちらのレノジーの AC/DC 充電器、LED インジケーターが緑色に光っておりますが、
付属のユーザーズマニュアル、英語なんですけれども、こちらに LED インジケーターの説明があり、緑色に光ってる場合は 100V のコンセントにつながってるけどバッテリーにつながってない時と、充電が完了した時に緑色になるようです。また充電中は赤色に光ります。そしてフラッシュレッドと書いてありますけど、赤で点滅した時にはエラーで充電されてない時のようです。付属されているのはこちらの英語のマニュアルだけですが、ホームページの方から日本語のユーザーズマニュアルを確認することもできます。現在のバッテリーの電圧 13.35、こちらは 13.33 ですね。こちらの AC/DC 充電器は問題なく充電できましたので、こちら取り付けていきます。この奥に取り付けたいので、一旦リチウムバッテリーは取り外します。付属のネジで取り付けていきます。こちらはドリルビスになってて、先に刃があるので下穴開けずに取り付けていきます。6本入ってますね。ちなみに一つ古いタイプの AC/DC 充電器をマッシュタイプ W の方に取り付けましたけれども、こういった取り付け用の穴とかが全然なかったので、木材やクッションで挟んで固定しましたが、新しくなって取り付け用の穴もしっかりあり、取り付けが簡単になりますし、しっかり取り付けることができるようになりました。今まで鉛バッテリーの時には横の木材でずれないようにしてあっただけなので、ホームセンターでベルト買ってきました。こちらのベルトでしっかり留めておこうと思います。あとは走行充電の DC 充電器を取り付けていきたいのですが、まずこちらの動作確認するために鉛バッテリーにつないで充電電圧を測ってみたいと思います。こちらの走行充電器、こちらがバッテリーの状態インジケーターで、待機モードか完全に充電された時に点灯します。充電中は点滅になります。2番目、こちらエラー状態インジケーターです。最後、こちらがバッテリータイプインジケーターで、今赤色になってますけど、こちらは付属のクイックガイドによると開放型のバッテリーですね。車のメインバッテリーとかに使われている電解液注入できるタイプですね。今はメンテナンスフリーの密閉型の鉛バッテリーなので、緑色にして充電できるか試してみたいと思います。メインバッテリーのマイナス端子を元に戻してきました。鉛バッテリーつないでますけれども 12.7 ぐらいですかね。エンジンかけてみます。点滅してるので充電中ですね。前のバージョンは信号線をつながないとオルタネーターが発電しているかどうかが判断できなかったんですけど、今回の新しくなったレノジーの走行充電器はスマート充電の時だけこちらを取り付ける必要はありますが、そうでなければ信号線なくても充電してくれます。今の充電電圧は 14.6 ぐらいですね。問題なく充電してくれてます。もう一度メインバッテリーのマイナス端子を外してきました。それでは全て取り付けていきます。このまま取り付けできるかな。ちょっと厳しいか。バッテリーの方に配線取り付けていきたいと思います。リチウムバッテリーの方に長さの違うボルトが
2種類入ってたんですけれども、それでもちょっと長さ短かったので、手持ちのボルトに交換したいと思います。絶縁のキャップもついてるのではめておきます。よいしょ。こちらも長いボルトに交換します。これでも結構きついな。もっと長いボルトの方が良かったかな。あれ、もうちょっと長いのにしようかな。さらにもう少し長いボルトで留めていきます。よし。1本少ないのは外部電源。よし。はい、これでバッテリーの交換は完成です。問題ないですね。まだ固定してないんですけれども、バッテリーのタイプを変更しておきます。こちらのボタンを押すと、今は鉛バッテリー用なんですけど、この水色がリチウムイオン電池活性化機能無効。もう一回押すとリチウム電池活性化機能有効になります。活性化機能というのは、過放電によりスリープモードに入ったバッテリーを充電器が強制的に再起動して充電可能な状態に戻す機能で、今回は活性化機能無効にしておきます。はい。先ほどメインバッテリーのマイナス端子を元に戻してきました。まだこの辺の家具であったり、運転席と助手席の後ろのパネルなど元に戻さないといけないんですけれども、鉛バッテリーをリチウムイオンバッテリーに交換し、走行充電用の DC 充電器と外部充電用の AC/DC 充電器は取り付けが完了いたしました。最後に交換にかかった費用ですけれども、こちらのハムシェンクさんの格安のリン酸鉄リチウムバッテリー、今回は提供いただきましたが、購入するとしたら1個 22,999 円、2個で 45,998 円です。レノジーの走行充電用の DC/DC 充電器 20A タイプは 14,151 円、レノジーの外部充電用の AC/DC 充電器は本日4月30日現在では 27% オフで購入できるので 15,999 円。あとは走行充電用にここに取り付けた 30A のヒューズが税込み943円。こちらの走行充電用には8スケのケーブル、メインバッテリーから走行充電器までは14スケの配線を使用しました。走行充電用に使用した14スケの黒の配線を5メートル購入した場合は1メートル税込み880円、5メートルで4400円。走行充電器からサブバッテリーまでの配線ですが、黒の8スケ1メートル購入した場合は438円、赤の8スケ1メートル購入した場合は同じく438円。今回配線をサブバッテリーと走行充電につなぐために丸型端子を3セット購入しました。税込み1624円。サブバッテリーの固定がいまいちだったのでベルト602円も購入しました。合計は84,611円になります。バッテリーの容量であるとか走行充電器などを大きいものに変えたり、ソーラーパネルを取り付けてソーラー充電も行おうと思えばさらに金額がアップしますけれども、一般的な 200Ah の鉛バッテリーをリチウムイオンバッテリーに交換するとき、ハムシンクさんのリチウムバッテリーを使うのであれば8万円台で交換することが可能だと思います。今回は充電器を丸ごと全部交換しないといけなかったので配線が結構大変でしたけれども、かなり安く交換できたんじゃないかと思います。この動画がリチウム化しようか悩んでいる方の少しでもお役に立てたら幸いです。まだ家具など元に戻さないといけないんですけれども、今回の動画は以上とさせていただきます。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますのでチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。今家具を外してる間に
インバーターのスイッチ、レノジーのバッテリーモニター、配線通せないかと思ってます。